今回は予測の力を使って楽に行動をするための身体感覚のテクニックについて解説をしたいと思います。前回はモチベーションが上がってから行動するではなく、先に行動をしてその結果が現れそうな予感や期待をしたその際にモチベーションというものが上がると。なので先に行動をする方がモチベーションを上げるためには効果的で、そして私たちが本来求めているものというのはそうしたモチベーションそのものが実は求めているものであり、そのモチベーションを得られるために成果や報酬というものが欲しいといった順番になっているということについて解説をしました。今回はその行動の第一歩、そして行動を継続する上での重要な考え方や身体感覚、こういったものをいかに楽に、これは脳への認知的な負荷とか身体的な神経的な負荷というものをできる限り自然な、そして最小限の労力によって動けるようにしていく、そうした身体感覚を引き起こすための感覚ですね。どのようなイメージを体に対して持てばそのような楽な動きができるのかといったことを解説していきたいと思います。私たちの脳は常に予測をしているというのをこれまでのエピソードで話してきました。というのも、私たちのこの指や目や耳から入ってくる入力刺激ですね、これは脳がそれをちゃんとセンサーとして感じ取れるのに50ミリ秒 0.05 秒遅れて感知するわけです。これは当然指先に入ってきた感覚が神経を伝わって電気信号として脳にまで到達するのして、それを脳が処理をする、これが何の入力なのかというものを判断するのにもそれぐらいの時間がかかってしまうわけですけれども、しかし私たちはこの世界をオンタイムで生きているという感覚がありますし、実際に行動としてもリアルな世界に対応できるわけですね。ペンを持つ時にも落とさずに掴むことができますし、そして字を書く時もリアルタイムに書いているという感覚があるわけですね。もしこれが本当に50ミリ秒遅れているという感覚の世界に生きているのであれば、この手や指は遅れますし、そしてうまく掴み取ることもできないわけです。動きと実際のこの現実への操作というものがずれていくわけですから。なので私たちは常に50ミリ秒先の世界を脳で予測をして動いているわけです。で、意識の層というものはさらに遅れて500ミリ秒遅れてきます。ですので自分自身が何かをしようと思うこの意図や考えというものを脳が作り上げていくのに500ミリ秒かかってしまう、0.5 秒かかってしまうわけですね。ですので私たちは常に遅れた世界を実感していて、しかし世界は先行しているわけです。なので私たちがこの世界をうまく生きていこうと思いますと、脳は50ミリ秒先の世界を常に予測をして、そしてその予測が予測だというふうに分からないように私たち自身を騙すわけですね。錯覚を引き起こします。なので私たちはこの世界をありのままに見ているわけではなくて、50ミリ秒先の世界を脳がスクリーンとして勝手に作ってしまって、しかしその予測が非常によくできていて、ほとんどの場合がうまく当たりますので、なので私たちはその予測の世界を生きていても問題なく生きていけるわけです。しかしこの予測の力が弱い乳幼児、生まれたばかりの赤ん坊などはこの予測をするというための十分な世界に対する情報というものを持っていない、経験がないので、なので指がうまく動かせないとか立てないとか、こういったことが起こるわけですね。筋肉をどう動かせばいいかというそのベースとなる予測ができるそのモデルというものがまだ脳の中に出来上がっていないということになります。そして成長していくにつれ、これは脳が発達していくのもそうですけれども、様々な経験を通じて自分の脳の中で出来上がる予測モデルというものがだんだんといいモデルになっていくことによって、環境に対してどう予測をすればうまくいくのかということを学習していくわけですね。ですので初めて立ったばかりの幼児はすぐに転んでしまいます。これは自分の体をどう動かせばその場に立っていられるのかというその筋肉の予測、筋肉を動かす際の予測というものが十分ではないので、なので実現できないわけですけれども、それも何度も転んでいくうちにどうすれば転ばないで済むのかというこの予測というものを自分の中に作り上げることによって、重心が動いた、そして筋肉にある刺激が入った、それによって足の筋肉のこの部分に力を入れて重心を引き戻す必要がある、こういったようなことを感覚的に直感的に覚えていくわけですね。それによって自分の中の予測モデルというものを常に修正をして学習していくわけです。な
なので私たちはあらゆることを学習しているのは、これは予測をするためでもあります。逆に言えば私たちは予測の世界で生きているのであって、予測そのものが実はとても重要な領域になるということになります。私たちはほとんどの世界の捉え方を予測の中で捉えて、そして現実に起こったことが予測と違った場合にのみその予測を修正するといったことを繰り返すわけですね。こうすることによって脳は全ての入力を処理する必要はなくて、予測と一致しなかったものだけを修正していくという形で脳を学習させていく。これは非常に効率のいい学習の仕方で、なので学校の勉強でも間違ったところだけを修正して直して反復していきましょうってやった方が学習効率が高いのも、予測が当たっている領域に関してはもう学習済みなので、予測が外れたところの方に学習として修正をするということが脳にとってみて自然な動きだからなわけですね。私たちが今生きているこの世界、この環境の認識の仕方というのは予測の中で成り立っているということは、私たちにとってみて予測というのはごく自然な行為なわけです。これは人間だけではありません。あらゆる動物、筋肉を持って体を移動させようとする動物のほとんどは予測を使っています。哺乳類等はこの脳によって予測をして、そして行動をする、移動するわけですね。それによって目的地に行ってどういう行動をすればいいかということも予測をして動いていくということを繰り返すわけですね。ですので私たちは動く生き物、行動をする生き物と考えると、その行動には必ず予測が不可欠なわけです。ですので私たちが予測をするというのがごくごく自然な現象で、そしてその予測というものはある種の幻想で、リアルなものを脳の中で再現している。そしてその再現されたものを私たちはリアルだと思い込んでいる。なので予測をリアルだと思っているということになります。ということはこの予測の力というのは非常に強力なので、自分自身を欺けるぐらい強力なわけですね。ということはこの予測の力を最大限活用することによって体の動きとか、あと認知的な思考ですね、考えないといけないことも楽に考えることができるということが可能になります。ではどのようなテクニックを使うのかですけれども、これは前々回ぐらいのエピソードで言いました引き寄せられるという感覚で、引き寄せられるという感覚があまりしっくりこない、ピンとこないという人には吸い寄せられる感覚というふうに言い換えてもいいかなと思います。対象物に対して自分が押していく、作用させようとするのではなくて、自分がその対象から吸い込まれる、吸い寄せられるというふうに、イメージしてみてください。例えばペンを取るといった時に、自分の手を動かして、ペンを持ち上げるではなくて、このペンが自分の手を吸い寄せていく。なので自分の手はこのペンに対して吸い込まれていくようなイメージですね。そしてこのペンが持ち上がるという時も、このペンそのものが持ち上がっていくことに対して手が勝手につられて持ち上がっていくというふうにイメージするということです。これだと最小限の力、最小限の筋肉の動き、神経の動きで取ることができます。そもそもこのペンは非常に軽くて、そして日常的に使い慣れている人であれば難なく触れるようなものですので、例えとしてはその差がよく分かりにくいと思いますが、ウォーキングで歩くという、散歩でもいいですが、通勤中でもいいですが、歩くというシチュエーションで、じゃあイメージしてみてもらえると分かりやすいんじゃないかなと思います。歩く際に自分から前へ行くと、歩くことによって自分の体を前へ前進させようという感覚、これだと体への負担があります。これは神経的にも体を前に動かすために必要な筋肉以外の筋肉も使ったり、あと認知的な負荷もかかります。これを逆転させて、目的地がもし駅であれば、駅から自分の体が引き寄せられていくと、吸い寄せられていっているというふうにイメージしてもらえると、体は自然と前へと進んでいき、足に対しての筋肉の負荷のかかり方もそれほど強くなく、無駄な力が入らずに前へ進むことができます。これは人間が予測をするというこの行為そのものを利用している方法ですね。人間は予測をして、そして実際に行動をして、その行動が予測と一致したかということを常にチェックしているわけです。このチェックが労力がかかる仕組みで、このチェックそのものによって認知的なイメージと実際の行動によって行われた行為というもののズレがないかというのを見て、ズレがあったら修正していくということをやるわけですけれども、ここで本来歩くために必要な筋肉以外の筋肉を使ったりしていると、ここの認知的なエラーというものを常にずっとかけているので疲れてくるわけですね。これは認知的脳としても疲れてきますし、体も余分な筋肉を使っているので余分なエネルギーを使っているわけですね。歩くために必要最低限のエネルギーだけを使えばいいというのをなかなかこの脳からそのような指令を出すのは難しいわけです。となると、自分が予測をしているというこの予測自体を50ミリ秒先ではなくてもっと先ですねに
対して与えていけば、ずっと自分の意識というものは予測をし続けている延長になりますので、そうなると予測に対して今のこの状況が一致しているのかというそのチェック自体をかなり省略できるわけですね。すると脳への負荷も減りますし、体を動かす時の力みもなくなってくることが感じられると思います。この力みがなくなるというのが重要で、体を動かしてやろうとやると、余分な神経回路や余分な認知的な負荷というのがかかるわけですね。いっぱいチェックしようとしなければいけませんので、それがそうではなく、自分の予測をどんどん先行させて、その予測を自分が後から追いかけていくという感覚、これはまさしく私たちの体に起こっていることと同じで、自分の体が引き寄せられていくというふうにイメージをすると、引き寄せられるということは、そこに先行する自分の姿が少し前にあるわけですよね。そこに自分の体が少し遅れて、そこに引っ張られて動いていくことになりますので、引き込まれる、引っ張られる、引き寄せられるというふうに考えると、自分の体が少し遅れて動いてくる。しかしこれは実際に私たちの脳で起こっていることと同じですね。私たちは遅れた世界しか認識できないとなると、私たちが今認識しているこの動きというものは遅れているわけです。なのでそういう意味で、その予測をしているという感覚と、その予測は実際には先行して予測をしているんだという、このメカニズムは私たちにとってみてもともと持っている自然なプロセスですので、それを最大限活用して力みがなく、そして行動を起こすときに大きな何らかのきっかけを必要とせず成し遂げることが可能となります。椅子から立ち上がるときに足に力を入れて、そして体を上に引き起こそうと、立ち上がろうとするという感覚だと疲れてしまう。力を込めないといけないので、無駄な力が入るわけですけれども、そうではなく、例えば天井に対して自分が引き込まれる、吸い込まれるというふうに立ち上がると、最低限の力で立ち上がることができます。でこれを少し応用すると、立ち上がっている自分の姿というものを目の前にイメージして、その自分の姿に対して自分が引き込まれて立ち上がるというふうにイメージをすると自分の体がスッと力みがなく楽に立ち上がることができます。なのでこれは私たちが予測をするというこのごくごく自然な本能的にやっている仕組みを利用して力みがなくその目的を実現しようとする方法になります。これは前回のモチベーションが上がってから行動しようと考えてしまう人の思考プロセスというのは、まず行動するのは大変なことで、行動の第一歩を起こすのがすごく労力がかかると。なのでモチベーションが高ければこの一歩目をクリアできるはずだと。逆に言うとモチベーションが必要なぐらい第一歩の行動が大変なんだとその人は思っているわけです。なのでその一歩は実は大したことはないんですよという感覚を身につければ、行動することはそんなに難しくないと。ここのいかに力みがなく楽に第一歩目の行動を取れるかどうか、そしてそれをスムーズにその行動を継続し続けられるような思考プロセスにできるかどうか、これがいわゆる身体感覚というものを応用してそのような考え方、体の使い方、思考の使い方というのをするわけですね。でこれの成功したいとか、例えば英語を習得してネイティブスピーカーのような流暢な会話がしたいとか、英語だけじゃなくフランス語、ロシア語、さまざまな多言語を習得していきたい、それらを理解できるようになりたい、話せるようになりたいと思った時のその学習のプロセス中、学習中の考え方も今の応用でいくわけです。自分がネイティブスピーカーのように聞いて話してということができる世界観の中に自分が引き込まれていくと、吸い込まれていくんだというような感覚、ポッドキャストだとか YouTube のような英語で喋っているものを聞くでもいいんですけれども、その喋っている彼らの言葉の中に自分が吸い込まれていくといったような感覚を持つと、非常に高い集中力を持って彼らの会話が聞き取れるようになってきます。これは私たちは自分たちが予想をしたものに対して集中しやすいという傾向があります。これもあまり大きな余分なリソースを使わずに必要最低限なの労力で集中しようという形でフォーカスが当たりますので、今までであれば頑張って集中しようとやってたところがそうではなく、自然に簡単に楽に集中ができるということが起こります。これは引き寄せられるとなると、自分たちのフォーカスされるポイントがその対象物に対して一直線に向かうわけですね。でそれに対して自分の意識だとか体だとかさまざまなものがその引き寄せられるべく対象に対して最小限の労力でそこに向かおうとする、力みがなく余分な力のロスがなくそこに向かえるわけです。これを逆のそこに対して一点を当ててやろうと、ダーツのように自分の手を動かしてその目標物に当てようとしてしまうと余分な力が発生したり、このファーストアクションの1投目のこの力を入れるというところが最も労力がかかってしまう。これは心理的な負荷もそうですけれども労力がかかってしまって疲れてしまう。なのでそうなると次以降継続がしにくくなってしまう。気合を入れなければいけないと、その気合を入れること、その行為自体にモチベーションが必要になってしまうということが起こるわけですね。ですので
で集中力というのは自分から対象物を狙うではなくて対象物に引き寄せられていくというふうにイメージしてみてください。これは催眠の世界でもそうですし、あとは集中力を養うトレーニングの時もそうです。瞑想の時もそうですけれども、私たちは自分でこの世界をコントロールしようとしているという発想を捨てて、この世界から自分はコントロールされていると、そのコントロールされようとしている対象に関しては私たちが選べると。なのでどのようにコントロールしてやろうかという細部のコントロールまでは気を払わなくて、対象物だけを決めれば、あとはその対象物に自分たちが引き込まれていく。なのでその途中過程は無意識が勝手に処理をする、最小限の労力で処理をするので力を温存できる。そして本来出すべき力の多くをそこに費やすことができると。余計なところにエネルギーを使ったり、余計なところに力が入って動きを阻害したり思考を阻害したりということが起こりにくくなるということですね。相手が喋っているその会話に自分が引き込まれていく、自分が引き寄せられていく。そしてその引き寄せられる対象は自分がネイティブスピーカーとしてその喋っている対象者と会話をしている。例えば英語の教材であれば英語のポッドキャストで喋っているそのスピーカーに対して自分がネイティブスピーカーとしてその人の会話とやり取りをしていく、その姿に対して自分が引き込まれていく、引き寄せられていくというふうに考えると、相手の会話がよく聞き取れて、そしてそれが理解できる、なんとなくでもいいので言っているその文脈だとか大まかな意味みたいなものはなんとなく構築できていくみたいなことが起こっていくわけですね。これが新しく言語を習得する際にも効果的で、その言葉の一つ一つの単語の意味だとか活用だとか、あとは文法、こういったものにそれほど正確でなくても、それほどストイックでなくても、なんとなくの文脈やなんとなくの雰囲気、ニュアンスで聞き取れるようになる、何か理解が進んでいくようになる。これは相手の言葉のそれぞれの音だとか、相手が伝えようとしているその息遣いだとか声色だとか背景だとか、こういったものに自分が引き寄せられる、そこに集中していくわけですね。なのでそういった情報がうまく取れて、無駄な力を使わずにそこに自分のリソースというものをうまく投下することができるといったようなメカニズムで対応できるわけですね。今日は一発目の行動が一番大変なんですと多分言われるだろうと思いまして、じゃあいかにその一発目の行動、そしてそれを継続している行動、これを楽な力みのない、そして無駄なエネルギーをロスせずにそれを実現できるか。これはスポーツの世界でも語学の世界でもビジネスの世界でも、自分の持っている潜在能力としてのポテンシャル、これをロスせずにうまくやれるかですね。なので自分ができないことができるようになるという、本当に全くできないことができるようになるというものではありません。本来できたはずのこと、本来であればそのポテンシャルを持っている、できるのに今力みが入って余分な雑念があってエネルギーのリソースを無駄に消費していてうまくいかないとなっている。これらがこの力みのない状態になることによってできるようになる。なので急にできるようになったと思う人もいるかもしれませんが、それはもともとできたんです。もともとできたのがうまくそれを使いこなせてなかったというだけですので、それだけでもかなりのステップアップになりますので、日頃行動が大変だなとか気合を入れないとうまくできないとかというふうに悩んでいる人はぜひこの意識を試してもらえればいいんじゃないかなと思います。武道の達人でも、例えば突きで相手を突こうと思った場合に、自分の力で相手を押し込んでやるという発想よりも、自分の手が相手の体を突き抜けて、そして相手の向こう側、壁でもいいですがに自分の手が引っ張られていると、そしてそれによって相手の体も後ろに引っ張られるというふうにして、全てが向こう側にある壁に引っ張られるんだというふうに動かすと、最小限の労力で相手に力を伝えて、相手自身もその動きに対して力みがないので今日を突かれるわけですね。そうすると相手もその突きを正面から食らってしまうことになり、そして後ろに吹き飛ぶといったことが起こせるわけですね。なので何か大きな力に対して自分が引っ張られていく、導かれているというふうに考える方が力みがないということですので、行動は自ら起こす必要があるですけれども、その感覚としてはそうではなく、大きな何か自分が成し遂げたいと思うような大きなストーリーに自分が導かれているんだというふうに考えると、物事はもう少し肩の力を抜いてうまく好転していくんじゃないかなと思います。歯を食いしばって何かをやるということも限界を超えるという意味では大事ですので、自分の本当の限界というものを力を 100% 発揮するんだというのでは力みをなくやった方がいいです。そうではなく、その限界をさらに突破しないといけないと、成長をしないといけないという場合は歯を食いしばってやる必要がありますので、そこの組み合わせですねが必要になってきますが、今回はモチベーションを上げるためにまず行動しましょう
しょう。しかしその行動が大変だという人のためにいかに力みなく楽に行動を起こすことができるかといった身体感覚に対して解説をしてみました。ぜひ皆さんの目標や夢に対して今までは自分から動くだったのがそうではなく、その目標や目的に自分が引き寄せられる、吸い寄せられるというふうに考えてみてもらえれば、何かいろいろ身体感覚の変化等が生まれて面白いんじゃないかなと思います。私の著作超える技術まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。それ以外にもいくつか書籍出していますので、気に入ったものがあればぜひ買って読んでいただければと思います。それでは今日もお疲れ様でした。